こんにちは。日本語クラスです。今日のテーマは魅力的な男性のポイント3つについて紹介します。はい、この意味は女の人から見て男の人がこの男の人は素敵だなと思う時、その思うところはどんなところですか？それが3つありますという話です。はい、これは日本人の私から見た意見、そして日本で調べた調査があります。はい、なんと400人の女の人に聞きましたという調査と私の意見を合わせたお話です。はい、日本人の人たちの考えなので、ぜひ女の人、今聞いてくださっている女の人は私も女だけど自分の考えと日本人の女の人はちょっと違うとか同じとかあると思うんですね。それだからそういうのが同じかどうかを確認しながらぜひ聞いて楽しんでほしいです。はい、そして、これを聞いてくださっている男性の方々、男の人たちは日本人の女の人はこうやって考えてるんだっていうのをちょっと知ってもらったら嬉しいです。はい、じゃあ、行きましょう。皆さんどうでしょう。いろんな人好きだと思いますが、今日のお話は恋人だからとか結婚したいから好きに何ですか、好きだから結婚したいとか好きだから恋人にしたいとかそういうことじゃなくて、店の中でもいいし、もうどこか道で見たでもいいし、テレビで見ている人でもいいんです。はい、テレビに出ている有名な人、映画に出ている人たちで見てて、素敵だなって思うことありますよね。みんな絶対ありますね。それってどうして思うんだろうということです。はい、あのそれも顔がいいからハンサムだからとかじゃなくて、あと若いからとか背が高いからいいとかじゃないんですよ。そういうのはそういうところじゃないんだけど、なんか好きっていうことありません皆さん？男性の皆さんから女性のを見た時も同じ、なんかこの女の子別にすごい綺麗じゃないんだけどなんか好きなんだよねっていうのあるんじゃないですか？それなんで、どうしてって私も思ったんですね、つい最近。はい、映画を私の場合は見ていて、古い映画でそれもおじさん、結構おじいさんみたいな人がなんでこの人こんなに素敵なんだろうって思ったんですね。と思って、別に顔もすごくハンサムというわけではない、なんでって思って、っていっぱい考えて、その答えが私の中で出ました。それはあの色気っていうものです。はい、色気っていう言葉知ってますか？これは JLPT でもほとんど出てこないような、難しい言葉です。はい、色の気持ちっていう漢字で漢字で書いたらとっても簡単なんですけど、意味はとても深いです。はい、で外国語に翻訳するのも難しいです。はい、ですのでちょっと例を言いますね。女性に対してこの女の人は色気のある女性だという時、こっちの方がイメージしやすいです。なので先にそれを言います。女性だった場合、色気のある女の人ってどんな人というと、それはポイントが3つあります。1つ目はミステリアス。ミステリアスな雰囲気を持っている人です。ミステリアスっていうのは謎、
なんか不思議、この人何考えてんのか分かんないっていう人です。はい。2つ目が頭が良くて落ち着いているということです。はい。うるさくないんですね。うるさい女じゃないです。なんか落ち着いてます、動きも。で3つ目が体のライン、ボディラインが女性らしくて綺麗っていうことです。この3つ、ミステリアスだと、落ち着いてると、ボディラインが綺麗っていうこの3つがある女性は日本だと、この人は色気があるねって言われやすいです。はい。イメージちょっとできますか？だから色気っていうのは直接翻訳するとよくセクシーってなってしまうんですけど、セクシーだともう胸が大きくてお尻が綺麗でとかってなっちゃうんですけど、日本の色気ってそれだけではないんですね。もっと心の中から内側から出てくるその人の素敵なところっていう意味です。だから色気のある女の人は若い人よりもうちょっと年齢いってる人、30代40代50代とかそっちぐらいの女の人の方が色気があるって言います。若すぎるとあんまり人としての経験がないので色気あるねとはあんまり言わないんですね。でこれと同じです。男性も同じです。はい。男性にも色気のある人っていうのがいます。はい。多分私が映画で見てた人、おじさまは色気がすごくあるんですね。これです。ですからどんな人が色気があるんだろうっていうのを3つありますので紹介します。はい。色気。はい。まず3つ。1つ目のポイントは声です。声。ボイス。はい。男の人ですよ。男の人で色気のある男の人というと、まずとっても大切なのは声です。ボイスがいい、声がいいってことです。できれば低い方がいいです。はい。低い声で、ねで大事なのはあんまりたくさん話さないですね。そういう色気のある男っていうのは自分からベラ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 俺さなんとかなんとかでとか話さない。はい。よく聞きます。相手の話を聞くタイプです。はい。こういう人はやっぱり女の人から人気がありますね。なんか素敵、別にあの人すごい顔が綺麗ハンサムじゃないんだけど声がいいよねってやっぱり言いますよね。これ声低くないだってもうこれ生まれた時から声決まってるそうですよね。だから変えられないじゃないですか。だから声低くない男の人はできればあんまりたくさん女の人の前で話さない方がいいです。はい。聞いてあげてください。で2つ目の大切なところ、ポイント2つ目いきましょう。これです。大事ですね。目です。目。はい。この私たちの顔にある目です。またこの目もさ、親からもらったものだからもう変えられないよ。ね、そうですよね。でもね、目が大きいとか綺麗とか細いとか長いとかそういうことって全然ないんですね。形は何でもいいんです。はい。そうじゃなくて、目力って言うんですけど、相手の目を見てる。目じゃなくていいんですけど、相手の人を話してる相手の人をじっと見てる、その目の強さ、目力、目の力って書くんですけど、目力が強い人っていうのも女の人から人気があります。やっぱり私ももう弱いです。ダメですね。そういう目力の強い人にずっと見られてしまうとドキドキしちゃいます。はい。で、だからってねずっと睨まないでくださいね。怖いですからね。ちょっと違うんですよね。で
そういうふうに相手の人、特に女の人が話してる時は相手の人をじーっと、見てあげて、ちょっと優しい顔で、でもあんまり笑わないんですね。わかりやすく、笑ってるこの人じゃなくても普通の顔でいいんです。でも君の話を聞いてるよっていう顔で見てあげる。で、これは私の意見なんですけど、見てる時にそのまばたきが遅い、これがいいです。まばたきっていうのは目を閉じる、パチパチって、ずっと目が開いてたら目が乾きます、ドライアイになりますから、目をパチッと閉じますね。それがゆっくりパチパチって閉じながらずっと女の人を見てると嬉しいですドキドキします。はい。どうですか、女の人、これを聞いてくれてる女の人たち、どうですか？もちろんこれは自分が好きな男の人とか自分が興味がある男の人に見られたら嬉しいってことですよね。全然興味ない、あの人気持ち悪いって人にそんなずっと見られて、なんかね、まばたきパチパチされてもちょっと嫌なんですけど、でもそれでもそういう風に見られるとちょっとやっぱりドキッとします。私あなたのこと好きじゃないのになんかすごい見てるねって思って、ちょっとドキッてしちゃいます。だからちょっと効果はありますね。で、あともう一個は、目ってやっぱり本当に強い強いパワーがあるんですけど、友達とかでも、男友達、私だと相手は男友達で、目を合ってない、普通の前を向いてて2人ともで、私がその人をたまたま見てて、で相手の人が気がついて、彼もパッと私を見た。でパッと見た時に目が合って少し笑う。って何って何も言わない。でもパッて目が合った時にどうしたのっていう顔でちょっとだけって笑う。もうあれですね。もうあれはですね、悪魔ですね悪魔。あれはいいです。とってもいいです。はい。目ってやっぱり強いですね。はい。この目っていうのはあんまり女の人にはこの色気っていうのはあんまり出てこないんですけど、男の人独特かもしれない。はい。で、あともう一個のポイント、じゃあいきましょう。最後の3つ目のポイントはミステリアスです。これは女性と同じですね。はい。この人何考えてんのか分かんないな、でも素敵っていうことです。はい。危ない人っていう意味ではなくて、自分のことをあんまり話さないっていうのが一つありますね。でも相手の話はよく聞いてる。ってで、そうすると女の人は特に話すことが好きですから、コミュニケーションを言葉で取ろうとしますので、おしゃべりしたい。だから話してるのを男の人が聞いてる。で、ってで、も言わなくてもいいんですね。ただずっと見てて、スマートフォンとか触らないでね、ずっとその女の人の話をちゃんと聞いてる。で、時々っていうとか、頭だけってしたりとか、それだけでも全然いいです。で、やっぱりね、自分のことをあんまり話さないっていう、いっぱい聞いてるのに自分のことはあんまり話さないっていうと、なんかこの人ちょっと影がある、なんだろうって思う。そうでもその影の中になんか強い自分を持っているように見えるんですね。なんかしっかり他の人とは比べない自分というものをその人は持っているっていう風に感じます。はい。なのでなんかそれが素敵なんですね。
なんでしょうね、不思議ですよね。で、さっきの相づちですね、うんうんっていうの、それすらもなくてもよくて、えっ、となんかやっぱり落ち着いてる感じかながすごくいいなって女の人は思いやすいです。はい。で、落ち着いてるからこの動きが結構ゆっくりっていうのもすごく色気を感じます。はい。いつもゆっくり歩くのが遅いとかそういうことではなくて、仕事の時とかいつもはすごくこうよく早く動いてる、テキパキ動くっていうんですけど、テキパキ動いてるんだけど、ちょっと休憩してた時にコーヒー飲んでて、そのコーヒーのカップをちょっと持ち上げて口に運んで飲んで、カップをまた戻すっていうまでをゆっくりやる。はい、色気があります。そうなんです。そういうところ。はい。ね、そんなこと、そんなバカみたいなことって思うかもしれないんですけど、このいつもはすごく動きが早い、テキパキしてて仕事もすごくできるのに、休憩の時はすごくこうリラックスモードっていうのがなんか、このレベル、このギャップっていうんですけど、ギャップがあるっていうのが、あらーって遠くで見てると、あらー素敵、色気って思ってしまう。はい、これは映画とかでもね時々ありますよね、こういうシーンがね。ですので、これは男の人今すぐできますよね。そう、休憩の時はすごく何か一人で考えてるみたいな顔をして、怖い顔しないでください。ちょっと遠くを見るぐらいでコーヒーをゆっくり飲む。それだけであなたはとっても素敵に見えます。本当に。はい、そうなんです。無理に女の人の話をこう「ん何何それでどうなったの?」とか無理にこう聞こうって頑張ることもなくて、落ち着いているっていうことがすごくポイントです。はい、やってみてください。はい、女の人は結構ドキドキしてます。はい、ですので、それは全然身長が僕は低いからとか、僕は顔がかっこよくないとか、僕はもうおじさんだからとか全然関係ないです。はい、もはやおじさんとかがこういうふうにゆっくりなんかコーヒー飲んでたりしたら超かっこいいって思います。はい、なのでおすすめです。はい、だからこの色気があるっていうのは結構本当に深くて、あのなんでしょうね、もともと親からもらったその顔が綺麗とか背が高いとか、そういうことも大事なんだけど、それプラス自分でこう変えられることもたくさんあるってことです。この色気っていうのは、さっきのコーヒーゆっくり飲むだって自分で考え頑張ってやってみればできることだし、女性の話をって聞いてあげる、静かに聞いてあげるってこともできることなので、よかったらやってみてください。これは奥様にしてあげても多分喜ぶと思います。はい、どうして今日こんなに静かなの、あなたどうしたの、何か隠してる、病気って言われるかもしれないけどやってみてください。はい、でこの色気があるな、あの人色気あるな、素敵だなって女の人が思っても、それがあの人と恋人になりたいとかそういうことと同じではないんですね。ちょっと違うので、そこもちょっと気をつけてください。女の人が「あの人色気あるね」って言っても「好きなのあの人のこと、俺じゃなくて」ってあんまり心配しないでくださいね。うん、女の人も男の人もですけど、ただね、街で見てあの人素敵って思うことあるじゃないですか。そういうこと。はい、その人のことよく知らないし、どんな人間性格とか分かんないから、本当に好きになるのはもっとその人のこともっと深く知った後です。はい、でも色気があるっていうのはあのもうすぐに感じられることです。初めて会った人でも感じることはあります、もちろん。うわーこの人色気あるなーって。はい、日本人だとちょっと実はあんまり多くないかなって思うんですけどね。
そう男性の場合特にですね。はい、はい、いかがだったでしょうか皆さん。色気、はい、色気は自分で作れます。はい、やってみましょう。私もやってみたいと思います。はい、じゃあそんな感じで、皆さん日本語をもっと勉強したいという人、私のオンラインレッスンがありますのでどうぞ使ってください。 JLPT の読解とかあります。 N2、N1 あります。あと他にも Zoom レッスンとかしてますので、よかったら使ってください。はい、ということで、またお話しします。